こんにちは、青22号です。今回はプラムの201系のキットを紹介していきます。これは今年の12月に発売される予定のキットですが、プラムさんのご好意によりテストショットをいただけるという機会に恵まれたので、早速これを紹介していくことにします。なお今回はテストショットなので塗装などは最小限にしています。また正式な製品版とは異なる部分があるかもしれないので、あらかじめご注意ください。このキットはプラムさんにとって初の鉄道プラモであるだけでなく、初のスケールモデルのキットでもあります。キャラクター系がメインだった同社のイメージからすると、果たしてディテールなどはどうなんだろうと思ってしまうところです。しかし実際にランナーをじっくりと見ていくと、それは全くの奇遇だということがすぐにわかります。今回リリースされるのは201系のクハ2種とモハが2種です。クハとは先頭車、モハとは中間車のことですが、車体はそれぞれの細かなディテールの違いを正確に作り分けています。車速灯の位置や窓サッシの形状から生産の途中で仕様が簡略化される前の本来の姿をしたタイプで、いわゆる軽装車ではないタイプであることがわかります。台車のパーツを見ていくことにします。このキットはいわゆる走らせるタイプの鉄道模型ではなく、あくまでもディスプレイモデルのプラモなので、モーターなどの動力を仕込むようにはなっていません。しかしその分、台車の中もしっかりとディテールが再現されています。キットの縮尺は80分の1なので、鉄道模型でいうところの16番ゲージということになります。ただし、展示したりする場合は、HO ゲージのレールを使うことになっているようなので、車輪の期間は 16.5mm に合わせてあるようです。台車はクハ用とモハ用で部分的に大きく異なりますが、もちろんそれらも正確に再現されています。軸バネを見ると通常のコイルバネとして再現されているので、これを見ても軽装車のタイプではないことがわかります。実にたくさんのパーツによって構成されていますが、パーツ一つ一つの精度が高いので、組み立てた後もしっかりとした強度と正確さが保たれています。このキットを動力化したいと思う方は多いかもしれませんが、この部分を差し替えてしまうのはとてももったいない気もします。パンタグラフのパーツを見ていきます。ところでこのキットのパーツはそのほとんど全てがスナップフィットになっていて、要するに接着剤を使わなくてもほとんどがはめ合わせるだけで OK になっています。驚くことにこのパンタグラフのパーツも例外ではなく、接着剤なしで組んでいくことができます。しかもさらにすごいのは、組み立てた後に動かすことができるということです。さすがに動かしたりしているとパーツが外れることがあるので、一応今回は接着剤を使って接着することにしています。ご覧のように全てプラスチックのパーツによって再現されています。エッチングパーツなどの金属のパーツは全く使われていません。可動とディテールを維持したまま、プラスチックのみでここまで再現しているというのは、なかなか驚異的なことだと思います。なお、再現しているパンタグラフは PS24 型で、初期の頃に搭載されていた PS21 型よりも折りたたみ高さが低いタイプを再現しています。これは中央快速線特有の装備となるので、車体の色をイエローで塗装するときは注意が必要です。屋根上からつま面へと続く配管は一部別パーツによって再現されているので、とても立体感があります。パンタグラフと屋根の接続箇所は実物と同じ場所になっているので、模型独自の余計な支柱などは出ないようになっています。内装周りのパーツを見ていきます。このキットでは車内のつり革が再現されています。201系は通勤型の車両なので、車内には多数のつり革がぶら下がっていますが、それらを忠実に再現しています。実車では丸いつり革と三角のつり革がぶら下がっていますが、それらの違いもしっかりと再現されています。とても細かいパーツでできていますが、パーツの精度がかなり良好なので、組んでいてもストレスになるようなことはほとんどありません。今組んでいるパーツは本来は車内に組み込みますが、指が届きにくいので車体の外で仮に組んでいるところです。車内に取り付けるときに使う天井の穴は貫通しているので、これをジグ代わりにして車体の外側で組んでいます。今回は塗装はしませんが、これを塗り分けるとなると
どのように塗っていくかは多少考える必要がありそうです。パーツを四角に組んだら、ひとまずこの状態で接着しておきます。接着したところが固まったら、車体からパーツを取り外して本来の内側に取り付けていきます。パーツは車端から順番に取り付けていきます。端から端までパーツがびっしりあるので、順番に取り付けていかないと最後で付けられなくなるパーツが出てしまいます。パーツを天井に開いている穴に差し込んでいくわけですが、穴の大きさがパーツに合わせて適度な大きさになっているので、非常にスムーズに取り付けていくことができます。つり革は車体側に取り付けることになっていますが、この他に網棚や手すりのパーツがあり、それらは床側のパーツに取り付けていくことになります。この状態で床のパーツを車体に合わせていく構造になっています。取り付ける際には、床から伸びている手すりのパーツなどを引っ掛けたりしないように注意する必要があります。そして台枠のパーツをはめていきます。ネジなどは使用しておらず、窓ガラスのパーツに引っ掛ける構造になっています。屋根のパーツを見ていきます。屋根も車体と同様にクハ2種類とモハ2種類の計4種類で、全て形状が微妙に異なります。屋根上に並ぶ押し込み型ベンチレーターは取り入れ口の羽の向きまで正確に再現されています。1つあたりパーツは2個で構成されています。ちなみに1両あたりは最大6個作ることになりますが、10両編成を作ったりする場合はこれを50個作ることになります。屋根への取り付けは接着剤なしでも十分保持されます。キットに入っているエアコンユニットは実車ではキセがステンレスでできているタイプで、最もポピュラーなタイプがモデル化されています。エアコンの網から覗くファンは別パーツ化されていて、裏側からはめ込むことになっています。キセ側の網はエッチングなどを使ったりするわけではなく、プラの成形によって再現されています。ここが抜けているというのは実はすごいことだったりします。車体について見ていきます。連結面の扉は別パーツになっています。ここはボディの色とは異なりシルバーになっているので、別パーツになっているととても塗装が楽になります。というよりも、このキットは各部のパーツが場所に応じた色の成型色になる予定で、いわゆる色プラ的な構成になるようです。今回はテストショットなので色が異なっています。連結面の窓は開口されているものの、晩年の実車同様に板で蓋をする仕組みになっています。ボディ側面の方向膜の部分は透明パーツが用意されています。窓ガラスのパーツと同様に裏側からはめ込む形式になっています。一通り組み上がるとこのような感じになります。パーツがぎっしりと詰まっているためか、持ち上げると意外に重さがあります。発売は今年の12月で、クハとモハそれぞれ2両ずつのセットになっています。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。